レイ・チャールズ、魂の音を世界に刻んだ音楽家。盲目を超え、ジャンルを横断した革新者として知られる。それでは、聞いていきましょう。幼いレイはまだ世界の形をつかめず、光のない日々の中で、音だけを頼りにしていた。彼が失明したのはわずか7歳の頃で、その出来事は人生を大きく変えていく。視界を失った彼は耳を研ぎ澄ませ、世界の輪郭を音で描き始めた。母親は厳しく、自分の足で立ちなさいと教え、その言葉を胸に彼は歩き続けた。母の教えは甘えを許さず、彼の自立心を深く育てていく。幼いレイは音の中に世界を見て、ピアノの鍵盤に触れながら未来を感じていた。学校では展示と音楽を学び、その2つが彼の武器となった。音楽室に響く音は彼にとって地図で、その中で自由を見つけていく。10代になる頃、彼はすでに多くの楽器を操り、周囲を驚かせていた。だが彼は模倣に甘んじず、自分の音を探し試行錯誤を続けた。当時の音楽界はまだ保守的で、若い黒人の挑戦に厳しい空気があった。それでも彼は音を信じ、自分の道を切り開いていく。初めての仕事は小さなクラブで、観客のざわめきの中、彼は静かに鍵盤に触れた。その瞬間、音が空気を変え、静けさが訪れ、人々が耳を傾けた。レイはその反応に驚きながらも、自分の音が届く感覚を確かに感じた。その時初めて、彼は自分が世界に触れたと知った。だが生活は厳しく、移動の連続で、疲労が積み重なり、孤独が深まっていく。それでも彼は音を離さず、旅の中で技術を磨き続けた。ある夜、彼はステージで観客の反応を読み、演奏を変えていく。その瞬間、音楽が対話となり、彼の中で何かが動き始めた。彼は気づいた。音楽は境界を越え、人の心を揺らす力を持っていると。その気づきは彼の方向性を変え、ジャンルを超える基盤となっていく。やがて彼はブルースやゴスペルを大胆に混ぜ合わせ、新しい音を作り始めた。当時それは異端とされ批判も多かったが、彼は止まらなかった。音は自由だ。その短い信念が彼を支えていく。だがその自由は、誰にも理解されない孤独でもあった。レイの音楽は黒人音楽の伝統と新しい感性の中で、形を変えていく。彼の声は深く震え、魂の奥をつかむようだった。だが成功の裏で彼は孤独を抱え、ツアーの連続に疲れがにじんでいく。仲間はいたが、心の距離は遠く、彼は音だけを頼りにしていた。ある時期、彼は薬物に手を伸ばし、その影が人生を曇らせた。薬物は彼の才能を蝕み、判断をなまらせ、周囲を傷つけた。だが彼はその闇の中で自分の弱さを知り、向き合い始めた。逮捕という現実が彼を止め、人生の転機を突きつけていく。裁判の中で彼は過ちを認め、公正の道を選んでいく。その選択は彼の人生を変え、音楽への姿勢をより深くした。更生施設での時間は厳しく長かったが、彼にとって必要な試練だった。薬物を断ち、再び音に向き合い、彼は新しい自分を作り始めた。復帰後のレイは以前よりも強く、音楽への情熱を燃やしていく。彼の演奏は深みを増し、観客の心を揺らし続けた。ジャンルを超え、国境を越え、彼の音は世界へ広がっていく。だがその成功の裏で彼は常に自分の弱さを忘れず、慎重に歩いた。音楽は彼にとって救いであり、同時に試練であり、人生そのものだった。あるステージで彼は静かに語った。音があれば生きていける。と。その言葉は観客の胸に深く響いた。彼の音楽はただの演奏ではなく、生き方の証であり、魂の記録だった。ここまでの歩みは決して平坦ではなく、痛みと選択の中で形作られていく。
ここで一度物語の前半を振り返る。幼少期からの苦難が彼の音を深くしたと感じる。失明や貧困だけでなく自立の教えが大きかった。後半では彼の革新と影響力がさらに広がっていく。続きをどうぞ。レイの音楽はさらに広がり、世界の舞台へと踏み出していく。復帰後の彼は以前よりも強く、音に対する姿勢が研ぎ澄まされていた。薬物を断ったことで心の霧が晴れ、音の輪郭がより鮮明になった。彼はツアーに戻り、観客の反応を感じながら新しい表現を模索していく。ステージに立つたび、音が空気を震わせ、彼の世界が広がっていく。ある夜の演奏で彼は即興を交え、観客の呼吸に合わせて音を変えていった。その瞬間、音楽が対話となり、彼の中で革新が生まれていく。音は境界を越える。その短い言葉はもはや考えではなく、彼の生き方そのものになっていた。レイはジャンルを超え、ゴスペルやブルース、カントリーまでも大胆に混ぜた。当時それは異端とされ、批判も浴びたが、彼は止まらなかった。音楽は自由で、誰のものでもなく、自分の魂を映す鏡だと信じていた。新しい曲を作るたび、彼は挑戦を続け、音の可能性を押し広げていく。レコード会社はその革新性に驚き、時に戸惑いながらも彼を支持した。だがレイは商業的成功よりも自分の音を守ることを優先していく。契約の場でも彼は強気で自分の権利を主張し続けた。その姿勢は当時としては異例で、黒人アーティストの未来を切り開く行動だった。ある契約交渉で彼はマスター音源の権利を要求し、周囲を驚かせたが最終的に勝ち取った。その決断は後の音楽業界に影響を与え、歴史的な一歩となった。ツアーの合間、彼は若いアーティストと会い、音楽の話をしながら刺激を受けていく。彼の存在は後進にとって同票で、その背中は大きかった。だが成功の裏で、彼は常に孤独を抱え、音だけが支えとなっていた。ホテルの部屋で静かに鍵盤に触れ、音を確かめる時間が彼にとって救いだった。ツアーは過酷で、移動の連続が続き、体力を削っていく。それでも彼はステージに立つと疲れを忘れ、音に身を委ねた。観客の声が彼の心を満たし、その瞬間だけは孤独が消えていく。だがステージを降りれば、その静けさはすぐに戻ってきた。音がなければ彼は自分を保てなかった。ある国での公演後、彼は街の音に耳を澄まし、文化の違いを音で感じ取った。その経験は彼の音楽に影響し、新しいリズムを生み出していく。レイは旅の中で多くの音を吸収し、それを自分の中で再構築していった。音楽は言語を超え、人の心をつなぎ、彼の世界を広げた。あるインタビューで、彼は静かに語った。音があれば道は開く。と、その言葉は彼の人生そのものだった。晩年に近づく頃、彼の音はさらに深く、経験の重みを帯び、聞くものを包んだ。若い頃の鋭さは、柔らかさへと変わり、音の奥に温かさが宿っていく。彼は多くの賞を受け、世界的評価を得たが、それでもおごらず、音に向き合い続けた。霊性よりも音の真実を求め、彼は鍵盤に触れた。晩年のステージは静かで深く、観客の心を優しく揺らした。彼の声は年齢を重ねても力強く、魂の震えを失わなかった。ある夜の演奏で、彼はゆっくりと歌い、会場全体が静まり返った。その静寂は、彼の人生の重みを映し出していた。音が止まった瞬間、観客は息をのみ、その余韻に身を委ねた。レイはその反応に静かに微笑み、
音の力を改めて感じた。彼の人生は苦難と選択の連続で、その中で音が道を照らしていく。失明という現実も貧困という壁も彼の音を止めず、むしろ強くした。薬物の影を越え、自分を取り戻し、音楽の自由をつかんでいく。彼の確信はジャンルを超え、音楽史に深く刻まれていく。晩年の彼は静かに語った。音は嘘をつかない。その言葉は彼が最後にたどり着いた答えだった。人生の終盤、彼はゆっくりと歩み、音と共に日々を過ごした。ステージに立つ回数は減っていったが、音への情熱は消えなかった。彼の周囲には多くの仲間が集まり、その音を支えた。レイは静かに鍵盤に触れ、最後まで音を探し続けた。その姿は若い頃と変わらず、音への誠実さを宿していた。彼の人生は音に導かれ、音に救われ、音に生きた。その歩みは世界中の人々に深い影響を与えた。彼の音は今も多くの心を揺らし、時代を超えて響き続けている。静かな余韻の中で、彼の物語はそっと幕を下ろす。レイの後半生は静かで深く、音への誠実さが最後まで続いた。苦難を超えた音は柔らかく、今も世界に静かな余韻を残している。また次回の主役でお会いしましょう。